皆さんこんにちは。タイアクアリウムチャンネルです。私の家では現在6本の水槽を使って合計16匹のアロワナを飼育しています。現在6本の水槽のうち2本の水槽を使ってアロワナの公営水槽にしています。それぞれの公営水槽で飼っている魚と使っている水槽のサイズは次の通りです。1本目の公営水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ600ミリで、飼っている魚はカセキンリュウが2匹、そしてタカセキンリュウが5匹の合計7匹のアロワナを入れています。1本目の公営水槽は公営を始めてから約6ヶ月となります。こちらが2本目の公営水槽になります。2本目の公営水槽のサイズは幅1500、奥行き500、高さ500ミリのものを使っています。この水槽で飼っている魚はカセキンリュウのブルーベースタイプが3匹とシルバーアロワナが2匹の合計5匹のアロワナを入れています。2本目の水槽は最近公営を始めたばかりでまだ1ヶ月程度です。今回の動画ではアロワナを公営で飼育することによるメリットとデメリットとして私が感じている点をご紹介させていただきたいと思っています。まずはメリットの方からご紹介します。メリット1、好きなアロワナを一つの水槽で観賞できる。家のスペースの関係で一つの水槽しか置けないという場合もあるかと思います。それでもいろいろな種類のアロワナを飼育したい。公営水槽であれば一つの水槽で自分の好きな複数のアロワナを観賞することができます。メリット2、餌食いが良くなる。アロワナを複数で飼育していると餌を与えるときはいつも餌の取り合いとなります。もたもたしていると他の魚が食べてしまうので、みんな競って先に餌を食べようとします。この競争がお互いの食欲を刺激しているので、餌をガンガン食べるようになります。また単独で飼育をしていると人工飼料は食べないというアロワナも結構います。しかし公営水槽であればアロワナも餌を襟好みしていられないので、人工飼料であろうがバクバクと食べてくれます。ちなみに我が家の2本の公営水槽は餌は人工飼料のみとしていて、食べ残しはなく毎回きれいに食べてくれます。メリット3、目だれしにくくなる。アロワナを単独で飼育していると水槽の底の方に気がいってしまい、目が垂れてくる魚もよくいます。アロワナを公営で飼育すると常に周りのアロワナの動きを気にするようになるので、水槽の底に気がいって目が垂れるという症状を防ぐこともできるようです。ここまでアロワナ公営のメリットを紹介してきましたが、デメリットもあります。
正直言いますと、アロワナ根栄はメリットよりもデメリットの方が数としては多いかもしれません。それではアロワナ根栄のデメリットについて紹介をいたします。デメリット1、アロワナ同士の喧嘩。アロワナは縄張りを作って生活する習性があります。その縄張りに他の魚が入ってくれば攻撃をすることもあります。攻撃が続くと尻尾やヒレがボロボロになるということも多くあります。攻撃のダメージがひどければ最悪はアロワナが死につながってしまうということもあるので危険です。あまりにも怪我がひどくなれば一旦別の水槽に隔離をして怪我の治療を行う必要が出てきます。デメリット2、アロワナの病気、感染。一匹のアロワナが病気にかかると同じ水槽の中で生活をしている魚にも感染してしまう可能性もあります。怪我の時と同様に病気にかかった場合は一旦隔離をして治療させることも必要となります。病気のアロワナをそのまま根栄させておくと他の魚に感染するリスクも出てきます。デメリット3、水替え頻度が上がる。魚の数が多くなればその分排泄物も多くなりますので水が汚れるスピードも速くなります。単独飼育であれば1週間に1回ぐらいの水替えでもどうにか飼育はしていけると思いますが、根栄の場合は1週間水替えをしないと結構汚れが溜まってきます。本当は毎日こまめに水替えをするのが良いのですが、私の場合は1週間に2回の水替えとしています。デメリット4、餌代がかかる。これは当然のことですが、魚の数が増えれば与える餌の量も増えてきます。与える餌の種類にもよりますが、生け餌の場合は結構費用もかかったり、ストックできない生け餌の場合は頻繁に買い出しをしないといけません。ここで餌をケチってしまうと空腹によって喧嘩が起こってしまうこともありますので、餌はケチらない方がいいと思います。ちなみに私の家では根栄水槽の魚はすべて人工飼料を与えていて、生け餌は与えていません。デメリット5、共食い。これはデメリットというか根栄のリスクとなります。根栄させるアロワナのサイズが大きく違うと、最悪の場合小さい方が食べられてしまうということもあります。これはアロワナ同士だけではなくて、アロワナ以外に根栄させる魚がいるときも同じです。せっかく新しい仲間を入れたのに一晩経ったら誰かに食われていたというのは時々あります。以上がアロワナの根栄飼育をするにあたってのメリット、デメリットとなります。もう一度まとめておきますと次のようになります。このようにメリット、デメリットを並べてみますと、根栄飼育の場合、デメリットの方が多そうに感じるかもしれません。正直、アロワナ同士の根栄飼育は管理が結構難しいです。
しかし、うまく混泳に成功すれば、アロワナたちが優雅に泳ぐのを見ることができるので、とても感動します。今回はアロワナを混泳飼育するときのメリット、デメリットを紹介させていただきました。これらのメリット、デメリットはあくまで私が感じているものですので、個人的な意見として受け取っていただけますと嬉しいです。デメリットの方が数が多かったですが、あくまで個人的な考えですので、アロワナの混泳が良くないという意味ではありませんので、そこは誤解のないようお願いいたします。アロワナの混泳飼育に関してご意見、ご感想などあればコメントで送っていただけますと嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いできることを楽しみにしています。最後までご視聴ありがとうございました。